こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、懐かしのピラミッド拠点に戻ってきました。まずは敵対モブのうごめきに和ませてもらって、それから海底神殿攻略準備にかかります。村人取引と、釣りね。ポーション実績は今回で解除です。さて前回は新牧場のトロッコ狩りの実験を少々、あとはエメラルドの取引材料集めに専念しました。ちなみに、初めて作ったと思っていたチェスト付きトロッコは、前作で作ったことがあったそうです。なんで伝聞帳なのよ。ともかく、この田舎暮らしで手にした小麦は約2700個、羊毛は約2400個となります。さて、後片付けをしながらアイテム整理をしていると、昔使った釣りセットが残っていました。焼き魚の実績解除に使ったものよね。おかげでフグ一つ確保です。それにしても魚は大体無駄になることが多いですが、フグに水中呼吸ポーションの意義を持たせて無駄にさせない仕様には、ただ感銘を受けるのみです。しかしフグ中毒は、呼吸困難に陥る怖い中毒なのに、なぜフグを選んだのかは不可思議です。ブラックユーモアかしらね。さてと、チェスト付きトロッコに満載した羊毛は、闇の村まで運ばないとならないです。闇の村行きの路線に乗せ替えないと。というわけでチェスト付きトロッコを置いたら、ちょっと足にぶつかったかもしれません。放置しても止まるはず。じゃない？なかなかいいスタート切ったわね。とりあえず途中で止まると信じて追いかけたものの、もう全然さっぱり完膚なきまでに止まる気配がないです。要するに田舎暮らしからの帰りがけは、羊毛満載していたからすぐ減速したようです。スポンと入っていったわね。それにしてもカラトロッコもすぐ減速するのに、なんでカラトロッコにチェスト積むだけで軽々と動くようになるのでしょうか。やはりチェストが動力源となっているのでしょうか。後から実装されたのだから、色々優遇されるわよ。さてチェスト付きトロッコはこっちから置けば問題なくて、密かに気になっていたラバたちのリードをチェックしながら就寝です。闇の村まで往復したのにリード切れてないわね。秒が距離圏外に出てた滞在時間かそのタイミングが怪しそうです。さて、村人取引に挑む準備が終わりました。かつてない大きな商談をしてきます。で、せこせこと村の入り口に置いたチェストに、羊毛を移し替えて、そういえばここ、闇の村なのに闇に落ちてなくて落ち着きません。ネーミング詐欺の状態のままよね。さて、机上計算ではエメラルドは数が足りてくれるはずですが、結局取引しないとわかりません。少々ドキドキです。で、そういえば取引画面を開きっぱなしで連続で取引するのと、毎回緑のエフェクトが出るかを確認するのと、差はあるのでしょうか。つまりどういうこと？ウィキに書かれる情報は、その事柄における仕様を網羅的に載せているのか、基本的な仕様のみを載せるにとどまっているのか、見分けがつかないんですよね。その上今のプレイは旧バージョンなので、それとわかるパターンが来るまで、念のため毎回エフェクト確認してみます。ともかく15回の取引目で、緑キラキラが出なくなりました。ここからが予備取引品の出番です。この農民とのジャガイモ取引は確か初めてだったような。20% を引いていたら不明、80% を引いていたら記憶通りだったようです。ややこしいわよ。そして次の上限解除は人参、じゃなくてカボチャで。というか、カボチャの取引数は12個で小麦より少ないんですね。知らなかったの？農民は詳しく見てなかったです。プレイ後に調べたら最低数で8個まであるようです。で、人参での上限解除を使い切り、小麦の取引が半分まで進んだところで、予備取引品を使い切りました。足りなかったようです。かぼちゃまだ残っているわよ。迷いましたが、今回はジャックオランタン用に取っておきます。
そしてこの検証に至るまで、150回ほどの取引が必要となってしまいました。ここで緑キラキラし、その直後の取引で小麦が取引上限になりました。ウィキによると取引は最小でも2回行えるそうです。となると、まだ取引上限数に達していない取引品目は、緑キラキラしても取引可能回数が更新されない、ということになります。つまりここ25分ほど、取引画面をいちいち閉じてエフェクト確認していたのが無駄になったのね。まあ上限解除率を検証できるデータは取れたのでよしと負け惜しみしておきます。さて今度は、羊飼いとの初めての取引です。インベントリに入りきれなかった羊毛は、エンダーチェストに入れてきました。もう連続で取引してしまうのね。プレイ後に考えてみたら、そもそも連続で取引できるのは便利機能なんですよね。なので、逐一エフェクトを確認するのと同率の、エメラルド取引が行える可能性が高かったです。まあそうね。ただしマイクラはそういう視点からの推測に、時々例外があったりするのが怖いです。さて、初回を除いて、取引停止直後に緑キラキラしたのが3連続でありました。となると連続取引の回数に応じて、取引停止直後の緑キラキラ率は跳ね上がっているようです。実は連続取引の方が有利だったなんてことだったらショックなのですが。なんとも言えないわね。で、これ、カラー羊毛ごとにエメラルドを払う個数が違っているんです。つまり、しょぼい色だと価値が低いのね。いえ、取引上限を解除しやすい回数を、さりげなく制限しているのだと思います。そしてまず、しょぼくない橙色から。次はしょぼくない赤紫色で取引制限解除です。そして空色で制限解除したところで、どうも日が暮れてきたようです。なおベッドで寝れるのは、太陽が地平線に沈みかけた瞬間なのですが、ピラミッドが邪魔して太陽を見ることができません。そろそろ撤去する頃合いのようね。今はまだ村人の家路ダッシュで夜を確認できるのですが、家路ダッシュする村人が減ってきてます。いくつかの家がピラミッドの影になっていると考えても、なぜダッシュ村人が減るのかが不明です。そしてその後は連続取引であっさり、約2400個の羊毛は8分ほどでなくなりました。手にしたエメラルドは29ブロック相当。レベル4ビーコンが再び使えるようになりました。なんとかなったわね。さてピラミッド拠点に戻ってきたら案の定、ラバのリードが切れています。今は雲の糸の在庫が一つしかなくて、ロストしないかとヒヤヒヤします。で、試しにこんな形のものを考えてみたのですが、リードはラバの近くに落ちてしまうのでダメのようです。もっとホッパーで地面を埋め尽くさないといけないわね。地下にホッパー付きトロッコを走らせ続ける方が節約できそうですが、多分うるさいです。そしてその後は、とりあえず釣り竿にエンチャントしたら入れ食い2がついてくれて、5分ほど釣っていたらイカが釣れました。釣るんじゃないわよ。そしてその18分のち、まだフグが2匹しか釣れてないのに、クマの実が釣れたところで今回はここまでです。そういえば前回の件をあれから考えたのですが、あまり自覚してなかったのですが、多分私は情報縛りプレイをしています。プレイ中に何かに気づいたり考えたりが好きで、動画のベースがそれになっていますが、事前に情報を得すぎてしまうとその楽しみが減ってしまうんですよね。それで自然に、プレイ以外でマイクラのことを調べるのは、今の知識で物足りなくなった時に少しずつ、と控えめにしてきたのだと思います。その辺の事情で、今更気づくことが少ない採掘があっさり風味で、初挑戦のイザスケ頭集めや冒険の時間は逆にこってり、となったのだと思います。それと、投稿初期の頃、ダイジェスト版を作っていたことを思い出しました。メインの動画シリーズの話ではなく、別途ダイジェスト版を作ってほしいというご要望があるのでしたら、作ろうかと思います。収録データは残しているので再編集版になるかもしれません。
では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。